はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥スタートです。さて今日はですね、この後ろにある、TCL の2025年最新モデルの、ミニ LED のテレビをね紹介していきたいなというふうに思うんですが、これ最初に言っておくんですけど、案件だから言ってるんじゃないですよ。マジでねちょっと使ってビビっちゃってっていうのもね、僕が普段使ってたテレビ、これまで使ってたやつっていうのは、そんな古いやつではないんですよ。確かね 2,3 年ぐらい前に同じぐらいの価格帯のテレビを買ったんですけど、今やってる、ガンダムジークアクス、あれをね途中からこっちのテレビで見始めたらオープニングとか見て、あれこれ3D テレビだっけっていう風に思うぐらい奥行き感がこっちだとあって、それによってね没入感と迫力っていうのがほんとね半端なかったんですよ。でこのテレビは C8K っていうシリーズの65インチモデルになってるんですけど、量子ドットのミニ LED タイプのテレビで、リフレッシュレートはネイティブで 144Hz で、さらにサウンド周りはですね、高級オーディオメーカーのバンガンドオルフセンが監修しているっていう、本当ねスペックだけ見れば、お値段50万円前後するプレミアムクラスのねテレビと全く遜色ないというか、むしろね上回ってる感すらあるのに、なんとね実売は現在ね35万円程度っていう、めちゃくちゃコスパのいい、プレミアムクラスのテレビとなっているので、今日はその魅力っていうのをちょっとこの YouTube 越しでねどこまで伝えられるかわかんないんですけど、でも頑張ってねお伝えしていければなというふうに思います。じゃあまずねこの TCL っていうメーカーを、もしかしたらご存知ない方のためにですね簡単に紹介すると、中国のメーカーになってるんですけど、実は2024年1月から9月にかけて日本国内シェアは3位となっていて、全世界規模だと大型テレビの出荷台数で世界1位で、ミニ LED テレビの出荷台数シェアで世界1位で、さらに Google TV 搭載テレビとしても出荷台数シェアは世界1位ということで、本当ね圧倒的なシェアを誇っているのがこの TCL っていうメーカーになります。そしてねこの C8K っていうモデルは TCL の2025年のラインナップ、合計8モデルあるんですけど、98インチっていうもう本当とんでもなくねでかい大型のもうフラグシップX シリーズっていうやつがあるんですけど、その最上位モデルに次いで2番目となっているのがこのね C8K っていうシリーズになります。そしてねこの C8K のスペックをざっとご紹介すると、まずは量子ドットのミニ LED パネルを採用していて、パネル分割は最大3840ゾーンで、最大ピーク輝度は4500ニト、そしてコントラスト比は7000対1。444Hz のネイティブリフレッシュレートを持っていて、サウンドシステムはバンガンドオルフセンの 2.1 チャンネルのスピーカーを搭載していて、 OS は Google TV を採用で、商品電力は 380W となってます。そしてね本体はこの極細のベゼルを採用していて、リビングのねインテリアにすごくねこう溶け込んで圧迫感のない非常にねすっきりとしたデザインで、本体の厚みは約 50mm で、重量がスタンド込みで 23.1kg、スタンドを除けば 21.1kg となってます。でこれね超余談なんですけど、我が家はですね、賃貸だけどどうしてもね壁掛けをしたくて、ホチキスでテレビを壁掛けにできるね壁美人ってやつを使ってるんですけど、それがね、最大積載重量が 25kg となっているので、それ以下に収まっているっていうのはね僕的にはね超重要ポイントなんですよ。このね超極細ベゼルで壁にかけることができれば、非常にこう浮遊感もあってスタイリッシュにねこうリビングに設置できるので、壁美人とねセットで使うのおすすめですよ。じゃあここからですね、細かくちょっと注目ポイントを見ていきたいんですけれども、やっぱりねまずは写りですよ。ピーク輝度4500ニトで7000対1のコントラスト比っていうとんでもない明るさは、ほんとね窓際にテレビを設置しても昼間でもねほんとむちゃくちゃ見やすいです。
そしてね、この量子ドットで映し出される色味は DCI-P3 を 97% カバーしているということで非常に良好で、色再現性も僕普段作業するときは Apple の Pro Display XDR を使ってね編集してるんですけれども、自分の編集した映像をねこのテレビのフィルムメーカーモードで見ると本当にねその色っていうのはもうしっかりと再現されていました。ミニ LED といえば高輝度っていうメリットと引き換えにハロー現象っていう色がね少し滲んじゃうような、構造的デメリットがあるんですけれども、このテレビは全領域ハロー制御技術っていうものが導入されていて、かなりそのハロー現象っていうのが抑えられていて、こんなね黒い部分が多い映像を見ていても滲んでるなっていう印象はね全くなかったですね。そうしたね、もろもろの技術の相乗効果で、ミニ LED の強みを生かした明るさで、OLED 並みのこの黒のね、黒さっていうのを実現していて、もうほんとね、様々な映像コンテンツを非常に高画質で楽しめると思います。そしてね、ゲーム性能もすごくて、ゲーミング機能、ゲームマスターっていうものを搭載していて、144Hz VRR に対応していて、PS5 とかのね、フレームレートが結構高いゲームも、もうほんとね、ぬるぬる動きますし、もしね、任天堂スイッチ2に当たったっていうラッキーな人はですね、スイッチ2は、120fps までねどうやら出るみたいなので、テレビにつないで大画面でゲームをねプレイするっていうのにも非常に良さそうです。特にねFPS とかアクションゲームを、ゲーミングモニターじゃなくて、リビングのね大画面で楽しみたいっていう人にとっても非常にね満足のできるスペックになってるんじゃないかなと思います。またね、主要なゲームのコンシューマーハードにつなぐと、自動でね、このテレビの設定を、それぞれのゲーム機に最適化してくれて、で、さらに僕はちょっと試せてないんですけれども、対応の HDMI ソースにつなげば、最大 288Hz まで、このリフレッシュレートをブーストすることもできるらしいです。なので、パソコンでね、ゲームをするっていう人にとっても、しっかりとね、パフォーマンスを出すことができると思います。そしてね、オーディオに関しては、高級オーディオブランドバンガンドオルフセンが設計製造した 2.1 チャンネル独立サブウーファーを内蔵していて、サウンドのチューニングもしっかりとね、バンガンドオルフセンが監修しているとのことです。テレビのね、スピーカーとしては非常にクリアな音質で、映画とか見てる時の会話とかもね、非常に聞き取りやすいですし、低音もね、お腹に響くようなっていうわけではないんですけれども、ただね、しっかりとしたこの低音のアタック感みたいなのは感じられる音質になってました。で、音声モードもいろいろあるんですけれども、基本的にはね、映画でいいかなと思いました。もしくはカスタムに設定すると、バンガンドオルフセン独自のオーディオ調整機能であるベオソニックが使用できて、これを使うと直感的にね、好みの音に調整することもできます。本当ね、テレビのスピーカーとしては非常にね、サウンドクオリティ高いなというふうに思うんですけれども、でもね、やっぱり個人的にはせっかくのね、この大画面で迫力のある映像なので、何かしらのね、外部スピーカーを使うことはお勧めします。そしてね、テレビの OS は、Google TV を採用しているので、OK Google みたいな感じでテレビを操作することを、ほらね、起動したでしょ。みたいな感じでテレビをね操作したり、様々な VOD サービスを横断してね検索したりすることもできるので非常に便利ですね。主要なねVOD アプリはもちろん網羅していて、でお好みでプリインストールされてない VOD サービスや Spotify といった音楽アプリなんかもインストールして使うことができます。OS のね挙動もねかなりサクサク動くと思います。またミニ LED はOLED と違って画面のね焼き付きが起きないので、こういったね TCL のアプリで名画をね表示しておけるアプリがあるんですけれども、これなんかはね普段テレビを視聴していない時にこんな感じでねアートを表示しておいてもすごくねいいかなと思います。名画以外にもかなりねいろんな数の写真だったりだとかアートがあって、自分の撮った写真とかを表示することもできるし、こういったねBGM 付きのリラックスできるね動画なんかを流しておくこともできます。
真っ暗なね画面よりかは雰囲気がね明るくなるので、インテリアとしてもねいいんじゃないかなというふうに思います。で、テレビチューナーは視聴用と録画用2系統備わっているので、裏番組の録画も視聴しながらね行うことができます。その他はもちろんね Apple の AirPlay 2や HomeKit にも対応しているほか、Alexa 連携や Chromecast にもしっかりと対応してます。はい。というわけで最後、まとめなんですけれども、最初にも言ったんですが、ちょっとねこの大画面、高画質っぷりっていうのには感動しましたね。もちろんね上を見れば上はいるんですけれども、ただこのミドルレンジの価格帯でありながらこの画質っていうのはねほんと素直に驚きました。日本の主要メーカーと比べてもやっぱりね価格優位性っていうのは非常に高いんじゃないかなと思います。あとテレビって今そこそこいいやつは OLED とミニ LED に分かれてると思うんですけれども、うちもそうなんですけど、テレビを設置できる場所ってやっぱりリビングの窓の近くってこと多いと思うんですよ。その場合にはねやっぱりミニ LED の方がね圧倒的に見やすかったですね。日本のね住宅事情、よくある家の間取りっていうのを考えたら、同じような人は多いと思うので、そういうケースではやっぱりねこのミニ LED タイプのテレビをねおすすめしたいなというふうに思います。はい。というわけで本日はこの TCL の C6K の紹介でございました。最後までねご覧いただいた方はぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。というわけで、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。Peace。